ドッスン海洋堂アメイジング山口の4の紹介になります。パッケージなんですけども、いつもよりもぶっといんですよね。フィギュアのボリューム差が伺えるんですけども、でここに全高が180ミリと書いてありまして、要は18センチってことですね。これが楽しみなんですよね。そうはね、やっぱり他のキャラクターよりも大きめに作ってほしいんで、どんな感じでしょうか。よいしょ。結構重いな。おー、いいですね。大きさいいですね。大きい、でかい、いい。よし。ではどんな感じでしょうか。このね、腕の太さがたまらんすね。よし。おー、いいっすね。大きい大きい。よし。ではね、中身の方すべて取り出したいと思います。まず個人的に注目したいのがこのコスチュームで、これは公式にフィギュアの説明のところにも書かれていたんですけども、この層はコミックゴッド・オブ・サンダーというエピソードに登場する層をベースとしてオリジナル解釈したものがこのフィギュアになるらしいんですけども、その層がこれだと思うんですけども、見た感じね、紛れもなくこの層ですよね。このゴッド・オブ・サンダーというエピソードめちゃくちゃ面白くて大好きなんで、その層をね、アメイジング山口化するっていうので楽しみにしていました。ではフィギュアの方見ていきましょう。まず頭部の方から見ていくんですけども、近年のマーベルレジェンドなどと比べますと若干のっぺりしているかなと思いますね。マーベルレジェンドの方がね、神がかって出来が良すぎるっていうのもあるんですけども、塗装が綺麗ではみ出しとか全然ありませんね。これはデジタルプリント使われているのかな、ちょっと分かりませんけども、で顔の造形もしっかり作られていて、このシワとかね、この辺をね影をつける感じで塗装してあげるとさらにかっこよくなるのかもしれない。で髪の毛の方も造形塗装が綺麗ですね。毛先に行くにつれて濃くなっていてグラデーションがかっています。で兜の方もねしっかり塗られていてシルバーで、この辺の金属感の再現が素晴らしい。かっこいいですね。大満足です。頭部パーツもう一つ付属しまして、こちらは兜を脱いだ状態のヘッドパーツですね。作中この層は兜を脱ぐ場面ってほとんどなかったんですけども、故にね脱いでる時が結構印象に残っているので、このパーツをつけていただけるのはありがたい。でもってフェイスパーツの交換なんですけども、このように外しまして別のフェイスパーツをこのようにつけてあげる。左目線のフェイスパーツ、右目線、左目線の叫び顔、右目線の叫び顔、これら4つともよくできているとは思うんですけども、個人的にはアクションフィギュアで目線固定のフェイスパーツというのは好きではない。僕はガシガシ動かして遊ぶ派なんですけども、目線固定だとせっかくのアクションフィギュアなのにポーズが限定されてしまうんですよね。なんですけども、飾る派の人たちにはいいのかもしれない。最後にこちらが雷神の力を発揮した時のフェイスパーツになるのかな。目が白く塗装されていて、目の周りも白く吹かれて発光状態を再現した塗装になっていて、めちゃくちゃかっこいいですね。個人的には遊ぶ時はこのフェイスパーツ一択かな。ちなみにこの兜を脱いだ状態のヘッドパーツ、これはねフェイス交換はできませんね。しっかりと接着されている。これは少し残念。このフィギュアで一番目に行くのがこのぶっとい腕じゃないでしょうか。自分の顔以上の太さがありますよ。そしてこの浮き出た血管の造形が素晴らしいですね。ナイスバスキュラリティで、後ろの方もいいですね。この三頭筋のバスキュラリ具合最高ですね。俺も金のリンゴ食いてー。このマントなんですけども、こことここに針金が仕込まれていて、このようにいろいろ表情がつけれるようになっていて、ここで接着されているので取り外すことはできない。下半身もしっかりと作られていて、特にこのベルトの部分の造形なんかは細かくて、原作よりもしっ
かりと作り込まれているんじゃないでしょうか。で、太もものこのアーマーのシルバーの部分の塗り分けも綺麗ですね。はみ出しとか一切なし。ブーツの方も質感がリアルで素晴らしいですね。で、この茶色の紐、この辺の塗装も綺麗で、こちらもはみ出しとか一切なしですね。可動範囲いきましょう。まずは頭部。この部分が別パーツになっていて、このように稼働します。でもって首の付け根と頭でそれぞれつながっていて、それらを踏まえて上はここまで行けて、下へはここまでできて、ボールジョイントなんでぐるりと一周はできますけども、ちょっとしづらいかな。で、このようにぐりぐり傾き取れると。上半身、まず肩および腕はここの部分がこのように稼働しまして、腕の接続はダブルボールジョイントかな。それを踏まえて上はここまでいけて、ぐるりと一周回るんですけど、癖がありますので、このダブルボールジョイントの力の逃げ具合を確認しつつ、ゆっくりやった方がいいですね。で、二の腕バイセップスでこのように可動あって、肘がどこまでいけるか。肘はここまでかな。ここまでで、腕の付け根はこのようなジョイントでこのようにぐるりと可動すると。胴体の方は胸と腰でそれぞれつながっていて、ボールジョイントかな。それを踏まえて後ろへはここまでいけて、で前はここまでいけますね。で、胸の部分でこのように傾きも取れて、腰の部分でもこのように傾き取れると。ぐるりと一周はね、ボールジョイントなんでできなくはないですけど、結構この体を支えるために渋みがあるので、あまり無理はしない方が良さそう。付属パーツいきましょう。まずはムジョルニア。2つあるんですけども、こっちはこのように穴が開いていまして、エフェクトパーツを取り付ける用のもので、この部分、持ち手がこのように外れますので、どちらかを選んで付け替える必要がある。手首パーツは4種類が左右分で、この手首パーツ、ここに穴が開いているんですけども、ムジョルニアのこの部分が外れますので外して、こんな風に予備のジョイントが付属していて、そのジョイントを使って先ほど穴の開いた手首パーツとムジョルニアをこのようにつなぎ合わせれば、おなじみの持ち方が再現できる。最後にエフェクトパーツなんですけども、どこにどうつけるかは説明書に書かれているんですけども、あまり詳しくは書かれていない。こういう大きいエフェクトパーツは胴体ですよっていうのはわかるんですけど、この細かいやつですね。自分で創意工夫していろいろ楽しめようってことなんでしょうけども、で、このエフェクトパーツの素材ね、最初は柔らかいゴム製なのかなと思ったんですけども、存外に硬いプラ製で、この先の部分とかとんがっているので、無理してつけようとすると欠ける可能性があるので、ゆっくりやった方がいい。適当につけてみたらこんな感じになりましたね。雷神降臨って感じでめちゃくちゃかっこいいですね。完全にディスプレイ専用のエフェクトパーツと思いますね。これをつけたまんま遊ぶってなるとかなり難儀する。こちらのエフェクトパーツはここにジョイントがありまして、先ほどの穴の開いたムジョルニア、その穴にこのジョイントを差し込んであげればですね、このように雷撃を放っている感じが再現できると。で、このジョイント動きますので、このように角度をつけてあげることができて、これは遊べますね。そのムジョルニアにも先ほどのエフェクトパーツをこのように取り付けることができるので、遊びの幅が広がります。この形状の手首パーツにも穴開いていますので、先ほどのエフェクトパーツをこのように取り付けることもできる。サイズ比較、フィギュアツ
仮面ライダー真骨頂新1号と、マーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。もう一丁比較。こちらがマーベルレジェンドのデストロイヤーとの2パックセットの層。層としてください。で、こちらがマフェックスの層ですね。こう並べてみると、マフェックスの層と身長差そんなにないんですね。アメイジング山口の層は密度があるので、マーベルレジェンドにも負けてない。ゴッド・オブ・サンダーといえばこいつは外せない。こちらはマーベルレジェンドのゴア・ザ・ブッチャー。ゴッド・オブ・サンダーのメインヴィランです。こう並べましてもどうでしょうかね。作中この2人そんなに身長差なかったように思えるので、これはぴったしじゃないでしょうか。2人がっつり絡ませて遊べそう。はい、終わります。今回もありがとう。バイビー。